はいどうも、JMK ライドのファルコンです。フリースケートの練習方法やコツなどを教えてます。今回はスローバック180の練習方法について説明したいと思います。スローバック180とは、後ろ足のデッキを背中側にスローして、前足ワンフッターの状態から、フロントサイドに180して、転がしたデッキをキャッチするっていうのが、スローバック180のトリックになります。スローバック180をやるためのパーツをそれぞれ分けてみましょう。まずは前足ワンフッターで、フロントサイドに回るっていうのが一つ。もう一つが後ろ足のデッキで背中側にスローする。で、最後3つ目のポイントが、そのスローしたデッキをキャッチする。このパーツをそれぞれ分けて練習するようにしてみましょう。はい、パーツを3つに分けましたが、ここで一番重要なパーツとしては、前足で半回転するっていうのが一番重要になります。たまたまスローできたっていう時もあるし、たまたまキャッチできたっていうこともあります。ただ、たまたま半回転できたっていうことは絶対にないので、まずは前足で半回転するっていうのを徹底的にやりましょう。後ろ足はデッキに乗らずに、前足だけデッキに乗った状態にしてもらって、半回転するっていう動きを、やってみましょう。この時の注意点なんですけれども、半回転した後に地面につく後ろ足の位置なんですが、背中側ではなくお腹側につくようにしてください。あとは、デッキに乗っている前足は、膝を曲げた状態のままにして回るようにしてみてください。あと、前足を無理やり回して半回転しようとすると、軸がぶれてしまってうまく回れません。なので、足を無理やり回すのではなく、上半身をひねることによって自然と足が半回転向くように回してみましょう。はい、じゃあ地面で、前足の半回転するっていう動きが分かってきたら、今度は、デッキに乗った状態で、前足半回転できるかどうかを試してみてください。はい、前足で半回転できるようになってきたら、今度は後ろ足のスローをやってみましょう。スローには2種類あるんですけれども、デッキを寝かせて弧を描くスローと、デッキを寝かさず直線的に、転がすスローがあります。デッキのスローの仕方については、人それぞれ好みなので、試したい方をやってみてください。デッキを寝かせてスローする場合は、前足、後ろ足を進行方向に対して一直線に並べて、後ろ足のつま先を少し地面に倒した状態にして、背中側斜め45度ぐらいを目標にスローするようにしてみてください。で、デッキを寝かせない場合については、スローが直線的に進みますので、進行方向に対して、前足と後ろ足をちょっとずらします。後ろ足を背中側の方に少し開いてもらって、そこからまっすぐスローするようにしてみてください。はい、スローも問題なく転がるようになってきたら、今度は、前足デッキに乗ってない状態で後ろ足がデッキに乗っている状態、この状態は変わらなくていいんですけれども、スローした後、前足を半回転させてキャッチするところまでやってみましょう。1つ目に、やった練習方法、前足はデッキに乗った状態で、後ろ足はデッキに乗らない。これで前足で半回転するっていうやつをやったと思うんですけど、その半回転した後の、後ろ足がつく位置のところに後ろ足のデッキを置いといてみましょう。で、それで、前足で半回転した後、その置いといたデッキに乗るという、キャッチするっていうところをやってみましょう。はい、ここまでできたら、スローバック180で、必要となる動作の3つは、全て、できるようになっているはずなので、今度は両足デッキに乗った状態で、やってみましょう。両足デッキに乗った状態でスローバック180やってうまくできないという、よくあるパターンが4つあるので、そちらについてご紹介していきます。スローしたデッキが前足にぶつかってしまう。これは
前足で半回転すると、デッキが少し背中側に食い込んできます。で、後ろ足のスローするデッキが前足のデッキに近すぎると、前足半回転した時にぶつかってしまいます。なので、後ろ足のスローする、向きを、少し前足のデッキより背中側にもう少し離してスローするようにしてみてください。もしくは、後ろ足のスローしたデッキが超えてから前足を半回転させるようにしてみてください。次は、後ろ足のスローした、デッキが遠すぎて取れない。こちらは先ほど説明した、前足のデッキから近すぎて、当たってしまうのと逆で、もう少し前足に近いところに向かってスローするようにしてみてください。次は、後ろ足のデッキがスローできない。これは、後ろ足に体重が乗りすぎているためスローができない状態になっています。体重の比率としては、前足が7、後ろが3ぐらいにして、スローするようにしてみてください。はい、で最後です。スローするデッキが暴れてしまう。デッキがなぜ暴れてしまうかというと、後ろ足のデッキのタイヤの向きと、スローしようとしている足の力の向け先が、異なっているため、デッキが暴れてしまいます。なので、スローする足の動きと、デッキのタイヤの向きを合わせて、スローするようにしてあげてください。はい、今回の説明はこれで以上になります。また見てください。